拳の上からスッて入ると入りやすいです。ここです。上まで行くと骨があるんで、ここはグッといっちゃうと痛いんで注意ですね。これも指をサッシにこうしっかり入れていく、ノズルを変えるみたいな感じですね。指が縦になって垂直になると筋肉潰しちゃうので、この溝に沿わなくなるんですよね。だからなるべくこう下へと、要は溝に沿うような指を作ってから入れていくっていうのがポイントです。沿わせて、そうです。溝に沿わせる。骨と筋肉の間のゴミをかき出したいので、ここまでいくとね、骨があって、最後はこの辺りを抜けて膝裏に流してお願いします。そう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 。そうです、そうです。で、やっぱゴミの溜まりやすい場所を意識して、骨と筋肉の間をかき出して、かき出して、かき出して、かき出してっていうのをどんどんやっていきます。で、慣れてきたら、両サイドから両方いけたりします。慣れてきたらというより、もちろん指の短さとかによっても変わってきます。できるんであればこっちの方が時間効率はいいです。書き出し書き出し書き出しが1個ずつ書き出すと丁寧に深くできますけど、時間がもし短いコースであれば交互にやった方がよりいいです。いいですね。体の使い方バッチリですね。体の使い方いいですね。はい。じゃあ続いて骨と筋肉の間をねしっかり流したら、今度は筋肉と筋肉の間を流していきます。はい、このちょうどふくらはぎだったらね、皮膚筋の真ん中のね、この筋肉の間を流していくので、これもね、手でこうやって面で流すんではなく、点を流すってイメージです。ノズル、ね、サッシに届くようにノズルがちっちゃいのになって入って流していくようなイメージですね。でまず膝裏まで一回流してみましょう。ふくらはぎをまず膝裏まで流して、でその後膝裏流しましょう。しっかりリンパ節です。今日ね、リンパの解剖生理学の授業をねやったと思うんですけど、膝裏のしっかりリンパ節を上から体重を加えるわけではないので、重心が下がってきます。そして老廃物を上に、ね、鎖骨の下に流すように流していきましょう。でこれがねちっちゃくストロークすると、これ受けると分かると思うんですけど、なんかこうあんまり気持ちよくないですよね。なんかあとちっちゃい動きちょこ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 、しかも指だけでやると速くなります。これ体が動いてないです。これダメなパターン。指だけ動いて体が動いてない、上にストロークがちっちゃいから受けると分かります。なんかちっちゃくちょこ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 なんかやられてて、あんまり流されてる感ないですね。しっかり体を動かしていく。でストロークもある程度やっていくと、ちゃんとゴミをここまでリンパ節に押し込んで、押し込んだリンパ節を外に流し出すっていうのができるんですよ。ちっちゃいところじゃあんまり、ね、ストロークが短いので、ある程度ストロークを長くしていきましょう。そしたら今度太ももを取る。太ももはある程度圧入れて大丈夫なんで、さっきね膝裏やるときは重心下がってたと思うんですけど、ちょっと上げても大丈夫です。ちょっと上げて上からの圧も加えながら深めに流します。これで点で流すっていうのができます。点で流すんです。深めのところ、要は筋肉と筋肉の間に指が沿って、しかも深めのところの老廃物を細かくかき出すことができます。できればまずは
手だけでやるっていうよりは、この辺ぐらいからこの辺までストロークを長く持ってきて流してあげる。こんな感じかさ。そこから上ですね。ある程度体重乗せたいので、また姿勢が起き上がってくる。膝の時は真上からやると痛いので、上に体重乗らないように重心を下げる。で、こっちに流すがメインなんで、圧が乗ってないけど流されてる感が出るんですよね。だから重心がちょっと後ろに。ふくらはぎ、太ももに行く時は重心がある程度起き上がってきて、下に圧を加えながら深めに流していくっていうのが大丈夫ですよ。先生が手まっすぐこう伸ばしてやってますね。いい感じだな。なんか通報。あ、多分リズムの問題ですね。多分11戻るっていう。それでも大丈夫です。僕の場合は1、1でいって2で戻るときにぐっと押してこう戻ってるんです。1、2、1、2。これが体の使い方。体が行って戻って行って戻って押し込む。そうです。押し込む。そうするとリズムが出てくるんですね。でもちろん1、2、1、2って言ってもダメじゃないです。リズムの問題なんで、結構人によってはこっちの方がやりやすい、こっちの方がやりにくいのがあるんで。流します。これは中央でやる感じですか。中央で最後にふわっていくイメージです。じゃあそれができたら総仕上げしていきましょう。今ね、関節のゴミ取って骨と筋肉のゴミ取って筋肉と筋肉のゴミ取ってめっちゃ細かい角の大掃除をしたって感じです。ホコリが溜まりやすい場所をしっかりできたんで、今度はやっぱりフロアっていうかね、全体的な部分をやっていきたいんで、輪っかを作って書き出すっていうのをやっていきます。これただ最初面でやってみてください。これ面です。で、ちょっとずつこれコツがあるんですけど、コツっていうかね、線2回やるんですけど、線も段階によって全然変わるんですね。ちょっとずつ線にしていきますね。ちょっと体感してみてください。これまだ面です。ちょっとずつ線にしていきます。ちょっとずつなっていくの分かります？はい。で、多分痛くなると思います。ちょっと痛いですか？いや、大丈夫です。あ、大丈夫ですか？はい。そうすると、この角度がちょっとずつ変わってるだけです。これ面。この角度を覚えておいてください。ちょっとずつ角度つけます。そうすると、結構線がついて、さっきまでこうなったのがいつの間にかこうなってる。この違い。書き出すための手を作るってことですね。その手をちゃんと作れてると、ゴミが書き出しやすくなります。優しく。詰まってるんで、しっかり。いや、素晴らしい、素晴らしい。ちゃんとね、実践できてますね。お客様にね、伝えることってすごく大事なので、これは先ほど言ったように、カウンセリングの時にアンカーを打ってると、これがね、決まるんですよね。リンパドレナージをむくみに丸ついてたら、できてますか？できてます。老廃物をしっかり書き出していきますね、書き出すようなリンパドレナージを入れていきますねってカウンセリングで伝えてれば、ここでね、じゃあしっかり絞り取ってじゃないと絞って流していきますねっていうと、さっきカウンセリングで確かに言ってくれてたな、あれやってくれてるんだって印象に残ります。こうすることでお客さんが、私好みに私のためにこういうふうな技術を入れてくれたんだってなって、信頼になったり技術を堪能してくれます。で、無言でずっと続けててもリンパドレナージュって気づかない人は気づかないです。なのでこれを言う技術っていうのも一つ大事なポイントです。はい、もちろんお客様がリラックスして寝てたら、もちろんね、お休みになってる時にわざわざこうして寝てね今からリンパするからねってやんなくても大丈夫です。お客様に寝たいんであれば寝かして、ね、そのままゆっくりお休みになっていただきて、ただ、ね、アドバイスをしてほしいって言われてるお客様だったら、
ちょっと分かります、ここみたいな詰まってるの分かりますかとかっていうのをやってから、じゃあ最後しっかり流していきますねって言って、じゃあ今から流していきますって言ってクッと変えていくと、おお受け感変わったってお客さん思ってもらえるから、そしたらすごいねってなって、あ確かにめっちゃ書き出されてるってなって、そこからあ足むくみ取れそうとか老廃物めっちゃ出ていきそうとか、まあ、もちろん絞りも加えてるんでね、痩せそうとか、そのそうって大事なんですよね。イメージしてもらうこと、それができる主義であることっていうのがめっちゃ大事です。はい、でね、経絡でいうと膀胱系の経絡も刺激しているので老廃物も出しやすくなるので、書き出しが終わったら最後輪っか2つ作って、もう総仕上げ、もうゴミ出てってくれ、この時間君よ、さようなら、さようなら出てって気持ちを込めて、もうね気持ちが大事なんです。今の主義って何をしてるかっていうのをしっかり相手に伝わるように、さようなら、さようなら、ごめんなさいって言って、もう出てってくださいってやると、手主義に魂がこもります。意味をちゃんとね込めてやるっていうのがすごく大事です。ただこうやってやれって言われたからやってますっていうのと、ゴミ出てってくれってやってやるのって全然変わるので、そういう気持ちを込めて施術をしていく、何をしているかっていう意味を知ってやるっていうのがすごく大事なポイントになるので、はい、はい、リピーターリピーターいやでもそれもねいいですね、リピートにしてくださいみたいなあんまり声に出したら悪いとか、声漏れないように気をつけてくださいねリピート無意識で出ちゃったね、お客さん笑われちゃうかもしれない、注意してください。はい、じゃあ両方終わったらこれで終了です。はい、じゃあ YouTube 見てくださっている方ありがとうございます。チャンネル登録と高評価、コメントシェアお願いいたします。今ヒルトン福岡からライブでした。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ヒルトン福岡からでした。ヒルトン福岡もめっちゃ宣伝する。こういうところで講師やってるよ。じゃあ皆さんありがとうございます。はい。